皆さんこんにちは、かよです。今回はですね GRWM やっていきたいと思います。こんな感じでなんかめっちゃいい感じなメイクになったんですけど、いい感じなメイク、モデルメイクといえばはい、ということでナーズをたくさん使った今日これからナーズのイベントがあるので、ナーズのイメージでちょっと夏っぽくオーガズムカラーマシマシでメイクアップしてみました。ということでどうぞ。はい、今日は喉が若干やられていますが、メイク動画やっていきます。もうね縦動画で今日はトリデンのちょっとね肌荒れがちょっとインナーケア問題で肌荒れ勃発しているので、スキンケア新しいのにこういろいろ挑戦しましてですね、結構お肌がもっちり仕上がったので、ここからメイクしていきます。まず日焼け止めがザ・ブラックデイクリームやっていきます。やばい説明が、はい、ちょっと今日動画撮るつもりなかったんですけど、急遽ちょっとどうせナーズでナーズデーというかナーズのイベント行くにはバチバチのメイクをしたいので、ならば動画を撮りましょうということで動画を回しております。ただ今日はそんなにこういうメイクにしようっていうのをめちゃくちゃ決めてるわけじゃなくて、ストレートのヘアでちょっとモードな感じぐらいしか決まってないので、ちょっと一緒にみんなと作り上げていこうと思います。はい、こんな感じで日焼け止め塗って、よし、そしたら次こちら、はい、ナーズのライトリフレクティングトーンアップベールです。はい、なんか飲み物欲しいな、持ってこっか。もう中がね結構ない気がする。ちょっとずつ使ってますこれ大好き、ほんと点置きして。もうなんかベース類は薄く塗り重ねるのが好きなので、1プッシュ出てないかなぐらいでのせてます。なんかでも薄すぎても紫外線効果だったりとかが損なわれちゃうから、それはそれで嫌だからね、難しいよね。厚塗りはしたくないけど、しっかりなんか書いてある機能は存分に生かしたいというかね、日焼け止め効果 SPF これ27だっけな、27って書いてあるから、27の効果はちゃんと発揮してもらえるぐらいは塗りたい。今日このイーザーのペブルブラークッション SPF50 プラス PA3 プラス、これを使っていこうかなと思います。これ結構使ってます。お気に入りのクッション。今ちょうど目代わり期間中だしね、崩れにくいしいいです。ただこれもセミマットぐらいな感じの質感なので、乾燥肌さんとかが使う場合はちょっとしっかりスキンケアをした後の方がいいかなと思います。今日さ、外めっちゃ暑いらしくて30度超えらしいので、ちょっとまだクーラー我慢してるんですけど、確かにワンピース1枚でも暑いです。今日はナーズの夏のコレクションのイベントっていうことで超楽しみにしてました。本当はそう夏のコレクションでメイクしたいなーって思うんですけど、多分今日から先行発売で今まだ手元にないので、ナーズのコスメを使ってメイクしていきます。定番アイテムとか、あと昔のやつでもいいよね。結構肌荒れしちゃってるんですけどカバー力高い。昨日資生堂の美容液ファンデをちょっと久しぶりに使ったんですけど、カバー力はねちょっと低いよって思いました。暑いです先生。ちょっと待って、そういう時用のさボディスプレーあるんだよね。これさ、私の大好きなパブリックオーガニックでもう発売してから結構経ってるアイテムなんですけど、ボディメンテナンスボディミスト 99% 天然由来のボディミストです。これがすごいスースーして夏にぴったりっていうことでユーカリとかが入ってるみたい。エトボスのインナートリートメントリキッドコンシーラーピンクベージュ使います。なんか
ニキビの治りが遅いこれももしかして年を重ねた結果そういうこと？なんかニキビの治りが遅い2回言ったんですけど同じことびっくりする。なんかまだいるのみたいなそろそろ良くないみたいな、もう満足したでしょみたいな、そういう気持ちになってくるぐらいすごい治りが遅くて、なんか割となんか最近ちょっと本当胃がね、胃薬必須っていうぐらい胃が悪くて、なんか空腹時すっごいスースーしてきた。超いいこれ。ちょっと時間差でスースーしてきますね。このミスト持ち運べる汗ばむ夏の外出時に欠かせない持ち歩き必須ミスト、精油ボディミスト、1540円だそうです。もう何話したのか忘れちゃった。スースーがすごくて、もうニキビ跡がね、本当に割と比較的最近スキンケアはめちゃくちゃ頑張ってるんですけど、やっぱ肌荒れ起こしちゃって、もはやスキンケアがどうのこうのとかじゃないんですよ。インナーケアの問題っていうことをすごい感じて。そうなんです、完全に絶対私は完全にそういうタイプ。結構健康のために最近は気を使ってご飯も選んでるんですけど、ちょっとその前若干冷たい飲み物を毎日のように飲んだり食べたりしていて、それの結果ですね。やっぱアサイとかさ、あとカフェラテも大好きだし、冷たいカフェラテね、あとアサイボールとかも好きだし、結構体を冷やしちゃってたんですよね。その結果胃が痛くて、なんかお腹空いても空腹時もお腹に違和感があって気持ち悪くなるんですよ。でお腹は空くの。でも食べたら食べたで胃が重たくて気持ち悪くて、お腹空いても気持ち悪くて、もうなんかどうしたらいいんですかっていう感じで、もう胃薬を飲んでやっと良くなってきたんですけど、もう最近はカフェラテもちょっと我慢してます。ベースが整ってまいりました。そういうちょっとカフェラテとかを NG っていう時は、この前もなんか1回出したんですけど、体整うすっきり気分、これめっちゃ最近飲んでます。なんかこれクラシエの漢方研究所監修っていうことで、ライスミルクの飲料なんですよ。で、人によっては牛乳が合わない人とか下しちゃう人とかもいると思うんですけど、ライスミルクはすごい体に日本人のね体にも合うので、結構牛乳苦手っていう方でもいいんじゃないかなと思います。わー、めっちゃスースーして気持ちいいが、これクーラーいらないわ。電池切れたので若干カメラを交換したりして戻ってきました。次パウダーナーズ。オーガニック系好きです。はい、なんか体に優しい選択ができるときはその方がいいかなって。もちろんさ、食べ物とか特にそうだけどさ、日常的に全部オーガニックにするとかってお金もかかるし、こんな感じで蓋に出します。お金もかかるし、結構ね、保存方法とかなんかいろんな面で若干手間がかかるものも未だにあると思うんですけど、それでも取り入れていきたいという気持ちです。健康のためにも、なんかお肌のためにも、あとなんか使ってる自分が心地よく感じるものって大事だと思ってて、別にオーガニックアイテムじゃなくても自分のリスペクトしてるブランドのものとか、そのブランド概念ブランドが掲げてるあるじゃないですか、そういうのなんて言うんだっけ、そういうの忘れちゃったんですけど、そういうブランドが掲げてる名言みたいなものに共感できるブランドとか、昔から憧れてる大好きなブランドとか、ナーズもそうなんですけど、なんかそういう使ってて自分の心も体も心地いいなって、どっちもね満たせられるものを私は選ぶのが好きで、そうなので、別にプチプラでもデパコスでも海外のコスメでも、なんか自分が共感できるポイントがあれば取り入れたいなって思ってて、でもなんか憧れるのはやっぱり昔からなんかデパートコスメだからデパコス結構好きだし、あとは体のためだったりとか、ブランドが掲げてる気持ちみたいなやつは言葉が出てこないんですけど、それが共感できるのは結構
コスメキッチンに売られてるようなナチュラル系だったりオーガニック系のアイテムだったりするので、その2つが私は結構多いですね、取り入れること。これちょいちょい挟むんだけどマジでいいですね。これめっちゃスースーが気持ちいい。しかもオイルボディミストなんだ。しっとりもしてくれるからいいと思います。そんななんかベタベタ全然しないけど、ナーズのイベントで小田切ヒロさんとか、あと水越美里ちゃんとかが週替わりでイベントをやるらしくて、私もそういうさ好きなブランドとなんか登壇イベントとかやりたいなって心から思っています。それのためにまだまだもっとね頑張らなきゃなって本当に思う。なんか理想ばっかりさね高くてさ、ちゃんとコツコツ努力し続けられてなかったらかっこよくないのでね、頑張ってるなって思ってもらえるように頑張ってるなって思ってもらうのって別にいいことじゃないかでもさ、やっぱ応援してくれてるみんなはさ、なんかね、どうせだったら私が昔から好きって言ってるブランドとかとコラボしたり仕事したりできてる姿を見せられたらいいなって思うんですよね。まだまだ頑張らなきゃなって。なんか今 YouTube 何年目なんでしょうかってぐらいやってるんですけど、何年経ってもこういうことやりたいなとか、こういうこと叶えたいなとか、なんか未だにやりたいこととかがいっぱい出てくるので、やっぱり YouTube 大好きなんだなって思います。今メイベリンのねブローイングカラーティントデュオの04番ダークブラウンを使ってます。マジでコラボイベントとかナーズとやれたら幸せだよね。頑張ろうね自分頑張ります。眉マスカラはピメル使います。これすごい嘘つき眉マスカラ、めっちゃ色素薄い眉毛になるので超可愛いです。最近髪色が暗めになっているので脱色するのを一旦やめてみました。ずっと最近脱色してたんですけど、ほら全然違う。ずっと脱色してたんだけどやめました、脱色を。チークはお気に入りのこの U ピンクのフィルスイートチークの01番、これめっちゃすっごい儚くて可愛いです。おすすめ。目元と頬にしたら、中央にこちらナーズのブラッシュ N777 番、このオーガズミチークカラーですね。しっとりしてて最高に可愛い。大好きな人多いと思うんですけど私も好きですゴールドのハイライトみたいな頬になります。なんかたまに使うたびにやっぱ綺麗ってなります。やっぱりすごいってなります。はい、こんな感じです。今日はイベントなので普段よりもちょっと濃いめに、夜だしね、夜のイベントって見えないからさ。したらシェーディングとかこれで入れてきます。今日は以前作品撮りというか外で撮影をご一緒させてもらったカメラマンさんがナーズのイベントにわざわざ来てくれるみたいで、なのでちょっと帰りというか会場でももちろんいっぱい撮ってもらうし、外でも撮ってもらったりします。いやマジで綺麗、本当にこれ好き。できてきましたね。正直シェーディングは軽くでいいです。なんかこんなに同じコスメいっぱい使ってるの久しぶりかもっていうぐらい使いやすくて、こればっか使ってますのやつで、はい、こんな感じでじゃん、サマーなんちゃらっていうやつパレットはい、もう限定なので売ってないと思うんですけど、すいません、今日はナーズなのでせっかくこれで仕上げていきます。まずじゃあここからで、カメラで撮ってもらうので本当に濃くしないと見えないと思うので
めっちゃ濃くしますさあ次、これ同じパレット持ってる人いるかな。いたらぜひ久しぶりに使ってください。なんかこんだけ細かくいっぱい入ってるパレット、韓国コスメだったらあると思うんですけど、なんかデパコスでこんだけ細かく色が入ってるパレットなかなか見ない。はい、したらこっち、花火大会とか行きたいし、バーベキューとかもしたいな。アウトドアじゃないんですけど、アウトドアをちょっとしてみたい。嫌いじゃないと思う、絶対。次こちら。あ、というか言ったっけ、今涙袋にも同じこのキラキラオーガズムカラー的なピンクを入れてました。かわいい、マジでこの色いいね。久しぶりに濃いピンクメイクって感じ。ここのキラキラ、このキラキラと横のキラキラを混ぜてちょっと明るく。メイク楽しいこのピンクでもツヤを作ったんですけど、全体的にプラスでこの始まりにのせると本当にキラキラします。ここの大粒キラキラ系どうだろう。あ、でも全然そんな問題ない。でこことここを混ぜて、ちょっと今日のでも夏コレクションのパレットも楽しみ。ちょっとここのピンクとここのピンクを混ぜて、したらまつげを上げますね。やっぱりさ、ナーズのコスメを使ってメイクすると漏れるっていう都市伝説みたいなのを作った方がいいと思うんだよね。毎回ナーズの時ってなんかメイクしてる段階ですでになんか楽しいし、なんかいつもよりこうなんか良くないみたいな気持ちにだんだんなってくるんですね。で実際完成すると超いいし、超いい感じになるんです。あ、シュエムラのマスカラです。この前シュエムラ縛りを取った時にこのマスカラを久しぶりに使って、なんかもともと別に嫌いとかじゃ もちろんなかったんですけど、そんなに印象が強いマスカラじゃなくて、こうイプサのマスカラばっかり使ってたんですけどね、久しぶりに使ったらめっちゃ綺麗で、ちょっとそこからこれ結構使ってます。夏のイベント、メイクイベントなので夏っぽい感じでお送りしております。インライナーはローラメルシエキャビアアイライナーペンシル BR3 番を使います。ちょっとそろそろ削らないと。まつげをつけます。最近ハマってます。苦手なんだけどね、ちょっとずつ練習することによって上手くなったらいいなって思ってます。上がこれ、下がこれ。ほくろ描きペンでほくろを描きます。リップ塗ろう。でもちょっと縦動画での方でもリップをのせます。一回塗ったんだけど、この組み合わせにしよう。一回落とします。縦動画の方でも撮りました。アフターグローセンシュアルシャインリップスティック777番。これもオーガズムカラーですね。チークとかアイシャドウに使ったゴールドラメが入ってるキラキラです。ちょっとシアーな感じなので、これでまず夏らしい唇の土台を作ります。正直目がすごい今回しっかりなので、これだけでもいいんだけど、これだけでも可愛いよね。ちょっと私は濃い方が好きなので、ナーズのこちらの181番のリップライナーで内側のリップを濃くします。
ヘアやります。いや正直さ、めっちゃ前髪悩むんだよね。一生前髪で悩んでいる。はい、戻ってきました。これで今日のメイクが完成です。いかがでしょうか。今回はちょっとあえてカラコンをねつけずに、そのままの裸眼でちょっと目つき悪いぐらいな感じで、今日はちょっと下まつげも結構バッサリつけたので、あえてちょっとモードな感じにしてみました。なんかモードなんですけど、使ってるものがツヤ系のチークだったりアイシャドウだったりリップだったりしているので、儚げな透明感も出つつけどちょっと強さとかセクシーさも出つつみたいな感じの、すごくナーズにぴったりな夏のメイク提案ができたかなと思います。はい、最近ねほくろをいっぱい描くのにハマっていて、こんな感じでいっぱい描いてみました。結構ツヤンツヤン仕上げにしたので、肌荒れしててもちょっと目立ちにくいかななんて思ったのですが、いかがでしょうか。はい、ということで今回はこんな感じで GRWM で久しぶりに特にタイトルとかテーマとかを設けずに、ブランド縛りとかもせずにシンプルに準備メイクっていう感じで使いたいものをたくさん使いながらメイクアップしてみました。ちょっと夏らしい感じのツヤ系のメイクが出来上がったので楽しかったなと思います。はい、ということで今日はイベント頑張って行ってきたいと思います。じゃあね、行ってきます。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。また Instagram や Twitter、TikTok やレッドなどもやってるんで、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。